ロシア兵の死者が50万人。このような無茶を重ねた侵略戦争は、ロシア国内にも大きな打撃を与えています。一般的に最も安定していると考えられている公務員。しかし、ロシア国内においては、公務員に対する給与の未払いが今年に入ってから激増しているのです。さらに、前線においてもうまくいかないことから、なりふり構わない攻撃をロシア軍は行っています。それは、NATO 加盟国の領空を侵犯してのウクライナへの攻撃です。ところがこの攻撃も大失敗。ロシア軍の攻撃型ドローンがルーマニアで集合住宅を襲いました。NATO や EU からは続々と非難の声が上がっています。一方、ウクライナ側には朗報が入っています。それは、ヨーロッパ一の空対空ミサイルを搭載したスウェーデンの戦闘機グリペンの供与がいよいよ始まるめどが立ったのです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。冒頭で今回の動画の大まかなことについては一気に話し終えました。この後、それぞれの話題について細かく解説を行っていきます。まず最初に取り上げる話題は、ロシア軍側の犠牲者数がいよいよ一つの大台を突破しました。ロシア兵の死者が50万人を突破したというのです。なお、負傷者を合わせた数では150万人に達していると考えられています。あなたの住んでいる町の人口は何人でしょうか？日本においても50万人規模といえば、非常に大きな都市に数えられます。それだけの都市の人口を完全になくすぐらいにロシア軍の死者は積み重なっているのです。しかも重要なのは、こうした兵士たちは非常に働き世代の人たちであり、ロシアの未来を大きく損なうものです。プーチン大統領がいかに今さえ良ければどうでもいいと考えているかの一つの証拠だと言えるでしょう。なお、今回の戦死者数の発表を行ったのは、イギリスの GCHQ 政府通信本部のキース・バトラー長官です。2022年2月の全面侵攻以来の数値だと述べています。一方、ウクライナ側の被害はどれほど出ているのでしょうか。この件に関してウクライナのゼレンスキー大統領は、現在の戦死者数の比率について発表しました。それによると、ウクライナの被害を1だとした場合において、ロシア側の死者数は8倍であるというような表現を行いました。圧倒的にウクライナの方が犠牲は少ないと言っているのです。この件に関しては、2022年以降、ほとんどの公開情報を元にした分析でも同じ結果となっています。ただし注意点が一つあります。それは、比率の内容については、それぞれの分析によって結果が異なっています。例えば私がよく引用している戦争研究所や、もしくは国際戦略研究所などは、さすがに1対8というような割合は出していません。ですから今回の数値については条件があります。それは2026年に入ってからの直近のデータを元にした数値だということです。なぜそのようにして最近のデータに絞ったら1対8になるかといえば、それはウクライナ軍のドローン戦力がより充実しているからです。射程距離はより長く、そしてロシア側の電子戦妨害も効かないようなスターリンク搭載のリアルタイムによる攻撃選定、もしくは簡易 AI 搭載のドローンも続々登場しつつあります。ちなみに簡易 AI についてはまだまだ発展途上で十分な精度ではないという指摘もあります。例えば GPS 妨害を受けた時のためにある程度の地形情報を元にして自分で目的地を目指す能力についてはもはや獲得したと言われています。一方で民間人と兵士をしっかりと見分けることができるかどうか、この点についてはまだ精度が不十分だと言われています。ただしこれもまた時間の問題です。なぜならば AI の攻撃精度上昇に関わる学習素材というものが今ウクライナには世界一集まっていると考えられているからです。現在のロシア軍に対する打撃、月あたり3万人から3万5千人、この内訳で見ても負傷者よりも死者数の方がどんどんと割合が高くなっているというこの状況、さらにウクライナ軍のドローンの戦力上昇に伴ってロシア軍にとってはさらに内容が悪くなっていくことでしょう。次にウクライナ軍の迎撃ドローンの性能向上に伴ってロシア側は従来の攻撃がなかなか通用しなくなっています。特に費用面においては迎撃ドローンの方が圧倒的に価格が安いことから
攻撃すればするほど金銭的な負荷はロシア側の方が大きいという状況に今陥っています。こうした迎撃ドローン対策として、そもそもウクライナ領を通らない形で迂回するという作戦が取られています。それがウクライナの隣国 NATO 加盟国のルーマニア上空を通るルートです。本来であれば NATO 加盟国の領空を侵犯した上でウクライナ領へと向かう、非常識極まりない作戦なわけですが、これまで少しずつロシア側は小出しに試していきました。1機だったら見逃してくれるかな、2機だったらどうだろうみたいな形で、ロシア側はドローンをルーマニア領空を通してきたのです。そして今回ロシア側のドローンはウクライナに到達するまでにルーマニアの集合住宅に突っ込んでしまいました。この件に関してルーマニアは明確にロシア側が我が国を襲ったというような表現ではなく、墜落したというような表現を行って、軍事作戦の内容そのものについては批判しつつも、直接的にルーマニアが戦争に参加するという意味合いでは反応はしていません。ただし、攻撃を受けたという事実そのものは間違いないわけですから、NATO の報道官も EU のトップも共に強い非難声明を出しています。今のところ NATO がこの件に関して反撃するといったことは表明していません。なぜならば、多くの国々にとっては、この程度であれば軍事力を持ってロシアに反撃するのはさすがに賛成できないという政治的な見込みがあるからです。一方で EU 側の方は軍事力については有していませんから、今回の件をきっかけとしてより強力なロシア制裁を準備すると表明しています。今後ルーマニアの領空警戒はより一層厳しくなり、今後はロシア軍のドローンがルーマニア上空を侵犯しようものなら、すぐさま撃墜する体制といったものが整えられる可能性は高まっています。次にウクライナに両方が入っています。ウクライナ空軍の近代化に大きく貢献するスウェーデン製戦闘機グリペンの導入がより一層本格化します。ウクライナはスウェーデン製の戦闘機グリペンをまず来年春までに16機供与を受けます。その先さらに20機を購入する計画がまとまったと発表しました。最初に供与を受ける16機については旧型機ですが、しかしたとえそうであったとしても、現在のウクライナにとっては非常に貴重な戦力となります。特にグリペンは対ロシアを想定して開発された戦闘機であり、非常に今のウクライナにとっては適した戦闘機です。まず第一に電子戦に非常に強く、ロシア戦闘機キラーとして最適化された機体です。その上西側陣営の戦闘機ですから、ヨーロッパ一の空対空ミサイルを搭載できると考えられています。そして3つ目が、今のウクライナの国力にとっても大事なことなのですが、運用維持費用が現代戦闘機としては低額の部類に入ります。さらに4つ目の利点としては、非常に短い滑走路などでも十分に離着陸ができることから、空港などがロシア軍に攻撃された後でも高速道路などを使ってある程度の軍事作戦を継続できると考えられています。そして新型機の導入にあたっては EU からのウクライナ融資といったものが実施されたことが大きな後ろ盾となっています。この件に関しても国際政治上における状況の変化が後押しとなっています。なぜならばハンガリーにおいてウクライナ支援の妨害を行っていたオルバン政権が倒れたからです。これはロシアにとっては非常に大きな打撃です。今 EU 域内からのウクライナ支援の大きな障害は取り除かれた状態であり、ウクライナに融資されるお金から4600億円をあてがって新型機の導入が進められるのです。さらに今後の将来像としてもグリペン戦闘機を100機から150機程度まで増強していくという将来像についてもウクライナは発表しています。これによりウクライナは明確に西側陣営の規格へとどんどんと移行していくこととなります。従来のウクライナ軍は旧ソ連の流れを組んだミグやスホーイといった航空機を使っていました。これらについては当然非常に長い期間運用していますからどうしてもガタがきます。これらについて順次グリペンへと転換していくことによって装備品類など様々なものが西側陣営のものを運用しやすくなっていきます。現在ウクライナのパイロットと整備士たちがすでにスウェーデンでの訓練を開始しているとされ、おおむね2027年の春までに最初の機体の引き渡しを目指しているとされています。なお、こうした機体が数機でも入ってくれば、少なくともロシア軍に対する抑止力を生み出します。
なぜそういうことが言えるかといえば、それは従来よりも非常に射程距離の長い空対空ミサイルを活用できるからです。交渉値としては射程距離は100キロ以上とぼやかされていますが、実質的に射程距離が 150km から 200km 程度あると考えられているミーティアミサイルが使えるということになって、ロシア側の戦闘機やヘリを遠ざけることが可能だと考えられています。さらに、こうした戦闘機の後押しをするのが、同じくスウェーデンからウクライナへと供与された早期警戒管制機です。空の戦いというのは特に相手よりもより遠くまで状況を把握することが大きなアドバンテージを生みます。スウェーデン製の戦闘機とスウェーデン製の早期警戒管制機の連携によって、戦闘機だけでは十分捉えきれないような、より遠いところにいるロシア軍の戦闘機やヘリを捕捉して、その情報を連携させれば、非常に長射程のミサイルと相性がいいわけです。これによって前線にもたらされる利点というのは、まず前線に対するロシア軍の滑空爆弾攻撃が大幅に減少すると考えられています。ウクライナ軍にも地対空ミサイルがありますから、ロシア軍の戦闘機は前線の真上までは来ません。前線の手前からミサイルやもしくは滑空爆弾の攻撃を行います。ミサイルは非常に高価格のため、毎日のように大量に撃ち込むといったことはできません。生産量が追いつかないし、予算も莫大になって、今のロシアでもとてもそんなことはできないからです。そこで低価格な滑空爆弾を大量に投入して前線に対する打撃を行っているのです。しかし、滑空爆弾の射程距離は空対空のミーティアミサイルよりもずっと短いものですから、グリペン戦闘機が前線に出てくるようになると、もはや滑空爆弾攻撃そのものが戦闘機にとって命取りになる可能性が出てくるわけです。実際の撃墜数についてはどんどんと上がるといったことはないでしょう。さすがに撃墜されるかもなという危険性がある中での攻撃は、戦闘機を使い捨てにするにはあまりにも高価な機体です。そうやって新しい戦闘機が来た、新しいミサイルが現れるようになった。それだけで前線に対する滑空爆弾の使用数が下がれば、ウクライナ側の被害も確実に減少へとつながります。では、お金の問題について言及しましたが、今、ロシア国内どうなっているかも見ておきましょう。今、ロシアはまさに戦時経済下にあり、国家の支出として軍事関連のお金を膨大につぎ込み続けています。2026年の軍事関係と国内の治安要因に対する予算の支出は、日本円で約38兆円近くあります。国家支出の 40% 程度あり、もはや戦争のためだけに国家予算を食い潰しているような状態です。しかもこのような状態ですら、今ロシアは占領地が減少へと転じているのです。従来軍需産業に膨大にお金をつぎ込み続けたロシアですが、一方で民間経済は明らかに縮小の指標を示しており、税収も低下、戦費調達のための増税政策といったものも連発し、国内の問題はどんどんと拡大しています。このことは民間企業の倒産件数の増加といったものもあるのですが、給料の未払いといった倒産その前の状態についても同じく指標が悪化しています。ロシア連邦統計局のデータによると、全国での給与未払いの増加が確認されています。前年比で 94.3%、むちゃくちゃな勢いで給与の未払いが発生しています。これは民間企業であれば経営が悪化しているところが多いんだろうなということを示すわけですが、同時に注目すべきなのは、本来であればとても安定しているはずの職業、公務員についても同様に給与の未払いが発生しているのです。公務員の未払い賃金はここ1ヶ月で62倍に急増。額そのものはまだまだ少ないものの、しかし未払い発生そのものがおかしな話です。こうなっている背景というのが、ロシアは連邦国家であり、それぞれの地域に〇〇共和国といったような形で地方政府が存在します。しかし、こうした地方政府に割り当てられるお金といったものが減少することに伴って、それぞれの地域で公務員に対する給与を支払うこともできない、もしくは遅延してしまうといった現象が今発生しつつあるのです。しかも、こうした事実が明らかになると、ロシア国内においては、大手報道機関に対してこの問題を報じないようにと、わざわざ通達が出たとのことです。まだまだ前線にはロシア軍の大部隊が張り付いている状態で、崩壊しているわけではありません。しかし、
その前線を支えるロシア経済やロシアの国家の屋台骨といったものは今非常に揺らいでおり、ウクライナがこれまで粘り強く戦ってきたその成果といったものは徐々に実を結びつつあります。状況の変化は確実に起こっていると言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画で取り上げなかった様々な問題もロシアでは発生しています。こんな情報あるよみたいな書き込みもぜひともしていってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、ぜひとも残していってください。そしてこうした解説動画だけではなく、その解説につながる土台となる情報などについては SNSX での発信など今強化を行っています。YouTube ではなかなか取り上げることができないようなちょっとした情報の積み重ねといったものがこの解説動画につながっています。特に映像情報などについて取り上げることが多いので X のアカウントについてもフォローしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。